仙台からバスで約1時間強。決してアクセスが良いとは言えないこの場所に、それでも全国から寿司好きが足を運ぶ店がある。創業90年、昼になれば地元客がカツ丼を求めてのれんをくぐる。けれど夜、カウンターに座ると、そこには宮城の海の底力が待っている。この店で繰り出される寿司は、三陸の魚を三陸で仕立て寿司にする伊達前寿司。定置網から引き上げられた魚は港で選別が続き、最後は人の手で選別される。そして一尾の魚は寿司となってカウンターへ並ぶ。今回は三陸をたっぷりと感じながら、90年続く老舗で握る伊達前寿司の世界に浸っていく。宮城県登米市に店を構える、県内外から多くの寿司好きが訪れる、創業90年目を迎えた実力派の名店。昼時には地元客の多くがカツ丼を求めて来店するという光景が相変わらず面白い。今回は石巻の魚の仕立て人で、伊達前寿司プロジェクトを推進する大森圭氏と同席、三陸の地魚を独自の仕立てに昇華した文字通りの伊達前寿司を握りのみで24貫制覇した後、恒例のカツ丼も完食。前回取材時よりもさらに進化した宇治金ワールドに酔いしれました。さっきスマホ見たらちょうど3年ぶりですね。2023年の2月の頭に来てました。なんだこのフォルム。油すごい。何枚重なってんのこれ、すごいな。まず醤油をまとうと油がまだ広がるのと、シャリっすね。シャリあると全然、はい。全然違いますね。また骨を一切感じなくなりますね。トロットロ。まさかのイワシ3連続からのスタート、最高です。2貫目と3貫目は日数もちょっと違う。2日ぐらい違う。あとは油の量とかも違う。全部美味しいっていう前提で、大森さんは今日の123だとどれが好みでした？同じです。フォルムも含めてぐらい。1貫目生がやっぱあんなね、バチバチのやつなんて食べれないですよ。あんな生で1貫目はちょっとスペシャルすぎました。ビジュアルもすごすぎた。やっぱ生だから赤いじゃないですか、まだ。ですね。あれはもう最高です。天然まだ4キロヒラメ、縁側のせ。美しい感じ。でもフレッシュで美味しい。食べ応えがすごい。アイナメ、髄液のやつだ。そうです。髄液舐めたやつだ。髄液舐めてその余韻をそのまま持ってきたんですよ。ちょっとプリッと感がある見た目。僕の感覚なんですけど、髄液の味がするんですけど、しますね。合ってます？髄液の記憶と食べた時の、舌に当たる感じっていうか、がリンクした感覚はありますね。ありました。ありました。ありました。はい。これが僕のいつも持っている感覚なんですよ。そこの髄液でこういう味だろうなっていうので、だからこういう味にしたいなっていうので調節するんですよね。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには、地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えて、この度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯。無料ですので、ぜひ使ってみてください。間に入っているものが何かを確かめたいです。ノーリーですね。雨が美しいな。油ある。プリプリ。油すごい。よし。
これ結構でかいんですかマグロ。180キロ。ああでかい。なんか赤身の赤黒い感じがめっちゃ好きなんですよ、赤黒い赤身が好きで。なんですよね。うまっ、うまっ。海苔とお出汁と酢合わせて。お酢、聞いたことない調味料ですね。部位は中トロ、はい。血合いぎっしり編。じゃあいいし、はい、甘酸っぱい感じっていうか。シャリを使ってる酢を少しそれってなんかどういうニュアンスですか？さっぱりさせる。ああ、3貫目は塩。後から塩と元の油がマッチしてシンプルイズザベスト。それはうまいわ。ホタテは美味しい。何ですかこのフォルムは。でかいな、大きい。やっぱこの前回もおっしゃってましたけど、この水分量大事ですね。宮城だと。いやでも立派っすね、やっぱさすが。潜在意識との逆行かれるとその振り幅ありません？そうですね、そうですね。十分からめっちゃうまい。いや、ええやんみたいな感じですよね。紐入ってるんで余計にガツンと感が出て。なんで裏側を表にしてるんですか？好きながらです。下心っすね。出しても全然わかんない。あそれが面白いんだけど。なるほどそのためにだし。あ、スケベですね。で、小鼻なんだけど、頭の中で全然変換できないじゃん。はい。何食ってんのかな。うんうんうん。でも食べると小鼻なんだそう、なんか食べきった時に小肌がって。島味大根。当時よりもなんか一貫一貫の美しさがよりなんか凄みを増している気がする。ブリの時にやってんだけど、ブリの嫌な感じが苦手だし、独特な感じ。でもこうやって出すと大体食べれる。本当あっさりさっぱり、このお酢の美味しさが、お酢をすごい感じる。食感とか食べ応えはボタンエビなんですけど、味っていうか香りの強さがやっぱ濃いですね、ぶどうは。そうですね。奥底まで来るはうまさ、香り。まあ藤木さんよく来られるじゃないですか、どんなお寿司ですか？こういう僕が産地で施している造形と藤井さんのお寿司がこうなんだろうね、年を重ねるにつれてなんかだんだん似てきたというか、なんか夫婦って顔似てくようなもんじゃないですか。なんか自分なんかこういう魚作りたいなっていうのに、なんかその語り合ってもないのに、なんかその寿司になってるというか、締める技術とか美味しさを求めるのはもちろんですけど、港の背景とかこういう産地だよっていうのも一緒にちょっと届けたかったので、だからこう今宮城県内のお寿司屋さんと一緒に取り組んでるってことがまさしくそれなのかなと思ってますね。車エビ出ると思わなかった今日。ちょっと半生ですか？ぶどうエビからの車エビは斬新な流れだな。ちょっと半生感があって肉々しい感じ。金華ウニかなりビター、深い感じ、で紫だったら結構どっちかって甘いっていうより結構さっぱり、なんかジュースっぽい感じですよね、シュワッと系ですよね。タコの握り
フォルム好きすぎる。ちゃんと計算された切り付けの厚み。マダコぐらいのは濃い感じがい。味濃かったですね。めっちゃ濃いですね、香りがダンディー。これもあえて皮目をシャリ側にしてるんですよ。裏側を表にするのが宇治金イズム。これがやっぱ筋目すると色がちょっと白っぽくなっていくってことなんですね。もう1時間の差で、おそらくあれですよね、多分常温1時間ですよね。冷やしああ、ここに置いてたから、はプリッと感よりもこうなんか溶け感がすごい感じる。1貫目との違いはそこですね。まあ宇治金さんでコースで予約したいってなったら種類いくつかあるんですか？ないね。俺の時さ、つまみがのは一つだけ。あとは大体食べる人は最初から多めにするって聞いちゃう。はい。あとそのおまかせ握りに関しても基本12貫と卵とね汁だけなんだけど、夜はつまみがつくんですか？夜つまみもだし、つまみつくのもあるし、握りだけっていう人もいるし。ああ、じゃあそこは予約である程度そう、握りよく食べたいとか言えば可能な範囲で、可能な範囲で。おまかせコースいくらみたいなのあんま決まってないですか？1万2000円つまみと握りはプラス税。なんか込みで。あ、税込みで。誰も見向きもしないアナゴって前回言ってたじゃないですか、あのシーン100回ぐらい見てますからうわー、お久しぶりです、やばい、相変わらずやっぱ宇治金アナゴ健在ですね豆腐ですよね、もはやその食感が。でかいアナゴのお腹の部分を骨をちゃんと取ってる。最初の部分はちょうどへそからちょっと下の部分ぐらいはい。で、次のとこはお腹だけの部分から骨ない骨ない。うわ一瞬だ。これお腹の部分なんだ。お腹の部分ってもともと骨がないんですか？骨ない。なんですかこの質感。これうちの先代がずっと、みんなどうせ使わないからちょっと使おう。アナゴ界の横綱って感じです。もうやべえ。はいね、はい。でもこの宇治栄さんが握るっていうのも含めて愛情と旨味が乗っかってくる感じというか、最初に口に入れて上顎に当たった瞬間のこのほんとお豆腐みたいな絹の感じなんですよ。プルとかね、ふわーってこの上顎と下顎でこう穴子が潰れていく時のあーっていう感じが、これは正直本当宇治金さんでしか食べれない質感だと思います。時間帯はでも3年前よりは変えてる。なんか3年前の時の方がなんかどっちかインパクトだったんですよ、口いっぱいにこうでとろけるみたいな、今回はすごいふわーってこうとろけ具合が進化してるっていうかそう。今日の中で全然違うテイストですね、食感が、うわー久しぶり、うまそうこれでミニですもんね。いただきます。まずもうこのカツがこれだけ分厚いのにすごい柔らかくて美味しいんですよ。1936年でしたっけ？90周年、おめでとうございます。あんまり大々的に言ってないけど、今年なんでそう90周年。今看板見てちょうど6だったからおって思って90年ですと。はい。これ活動は当初からあるんですか？多分そうだと思うんだよね。おいしい。ラー油またいいっすね。うまっ。進んじゃうんだよな。これコシヒカリでしたっけ？そうです。笹錦。お酢は米酢米酢ベースです。で塩砂糖。塩さです。
氏家さん今日はありがとうございました。もうすごい久しぶりに来れて、前回と全く同じ席でこの同じ景色で、今回大森さんもご一緒させていただいてということで、すごい美味しかったんですけど、もう今日はあえてでも握り一本勝負で、でも気づいても20貫以上食べてたっていう、感覚的には12貫ぐらいの感じっていうかあっという間で、全然今回も余裕でペロッといけちゃいました。全部美味しかったんですけど、もう忖度抜きでやっぱまずイワシが今日はうわってこんだけ食べ比べ、イワシ祭りどっちも美味しかったんですけど、状態で食べれるの多分このシチュエーションだから成り立った一貫なんで、結構奇跡的な一貫だったのと、なんだかんだアナゴはちょっとさらに進化してましたね。ちょっとびっくりしました。やっぱり前食べたやつがやっぱ美味しいなぐらいの感じの、ちょっと確かめたいみたいな、復習したいみたいな感じで今日食べたんですけど、やっぱりちょっと笑っちゃったんで超えてきました。ムフフフってなっちゃったんで、塩もタレもちょっとっていうお豆腐のような食感はちょっと本当に宇治金スペシャルだったんで、カツ丼も最高でして、で伊達もいろいろ始まるってことなんで、また今後ともよろしくお願いします。今日本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。大森さんもありがとうございました。ありがとうございました。